金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。サワラということでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。サワラ。っていうことでね、今11月の上旬なんですけども、今の時期、ピンポイントでうまい魚といったら、サワラでございます。魚辺に春と書いて、サワラって読むので、春が旬だなと思ってる方いると思うんですけど、これサワラって、寒ザワラっていう言葉があるぐらいで、秋冬の寒い時期に取れるサワラもうまいんですよね。僕は春のサワラより産卵期の春から夏に向けて、餌をバクバク食べて声に超えまくった、この秋口ぐらいのサワラが一番好きです。で、春に向かうにつれ、その身に蓄えた栄養が卵に回って、卵がどんどん大きくなってきます。サワラの卵もね、甘辛く炊くとうまいんですけどね。身を食べるんだったら、間違いなく今。というわけで、今日は買ってまいりました。この男から。これ仕入れてきた。ありがと今日はさ、サワラが少なかったんだよね。う。その中の一番いいやつを分けてもらった。ありがとうございます。すごい。ずんぐりむっくり具合がすごいな。そうだろう。これすごい。もう今だっけっていうか、もうサワラ今が一番うまいですもんね。そうだね、今一番うまいね。全国的になのかな、でもこれって。多分ね、全国的にいいと思うんだけど、特にこの辺は一番いいな。一番いいよね。もうちっちゃい頃から僕、この時期はサワラの刺身むちゃくちゃ出たもん。出たな。出た。これ、うわ、もう待って、早くさばきてえな。これ刺身と炙りにして食べる。氷を入れて、はい、ありがとう。持ち帰ってね。ありがとうね。はい、じゃあね。というわけで今日はこちらのサワラを使って、サワラのお刺身と炙りを作っていきたいと思います。ではやっていきましょうか。それにしてもね、いいサワラだ。で今日の大きさがね、3キロぐらいのサワラです。こんなにちっちゃいのに3キロあるんですよ。もうね、体高と体の厚みがね、すごいですよね。じゃあまず頭を落として内臓を取っていきます。で、切り身にするときはなんかは、カマの上から、こうまっすぐ落とすのがいいですね。そうした時が切り身にここ一発取った時に、カマの肉もついてきますんでね。で、お刺身にする場合は、このヒレの裏、ここですね。ここから斜めに入れる。で、包丁で背骨をガツンと切る。片方入りました。で、こっち向けて、こっちも同じ。V の字、斜めに入れると。で、先ほど背骨が切れてますんで、もうこれで OK ですね。で、あとはお腹がくっついてますんで、ここも切れ込みを入れると。ビュッと。もう内臓も綺麗ですね。この細長いのがサワラの胃袋ですね。何にも入ってないですね。はい、そしたらお腹に切れ込みを入れます。ここまでですね。ヒレが背中側とお腹側にあります。で、ビーッと入れて、ここまで。はい。はい。で、これがね、サワラの内臓です。この先端部分のちょっと色が変わってるところ、ここが肝臓だと思います。で、その下がこのなんだろうな、肝臓の延長線上で、多分これ内臓脂肪に当たるんですかね。なんかちょっと変わってますよね。はい、そしたらこのように内臓が取れました。古くて脂のないサワラだと、なんかお腹がね、べちゃんってなっちゃうんですけど、内臓を抜いた後でも、こうやってピーンってしてますよね。お腹の肉のこの張りわかりますかね。ものすごいピンピンなんですよ。脂の乗って、鮮度のいいサワラっていうのは、もうこうなるんですよ。もうむちゃくちゃ硬いんです。そしたらここに血綿がついてますので、血綿をカリカリとして取っていきます。魚の大きさにもよるんですけど、これピンセットの後ろ側、こういうところでね、カリカリやるとすごく便利です。さあ、そしたらこちら3枚におろしていきます。お腹の方から1本。おー、身が硬えな。なかなか包丁入っていかないですね。反転させて、背中の方ですね。このヒレのキワキワ。ちょっとね、くぼみがあるんですよね。このカコンとはまるんですよ。でそのはまったところからずっと、できるだけブレずに1本まずガイドライン入れます。ガイドライン入れたらそのまま刃先をぐんと落とし込んで背骨に当てます。で、背骨に当たったのがここ確認できましたらそのまま引いていく。その角度で、ずっと。はい。そしたら、ちょっとだけ浮かして、この背骨の山頂。はい、今背骨の山頂に乗せました。背骨の山頂に、刃先を滑らすと。はい、OK。そしたら尻尾から包丁を入れて、ずっと。はい、うわ、すっげえ。すげえ。夜だからあんま声出せんけど、これむちゃくちゃすげえわ。変おじい、これすごいのくれたな、これ。久しぶりにこんないいサワラ見た。さあ、こちら側も下ろしていきましょうか。お腹の方に1本。で、反転させて、背中の方にも1本。
ずーっとまっすぐですね。でちょっとこっち側は難しいので、こうやって裏っ側めくって僕はこうやってさばきます。確実に目で見て包丁を入れてくる。でここまで来たら引っ張って、先ほどと同様この背骨の山の部分に包丁の先を持っていくと、そうすると仕上がりが綺麗です。そしたら尻尾から入れてずっと、はい、3枚におろせました。この骨やなんかもこうやって切ってぶつ切りに、このぐらいに切っておいて、塩かけて臭み抜いて粗炊きにするとむちゃくちゃうまいんですよ。はい、そしたらこちら3枚におろしたサワラのここですね、腹骨をすいていきます。よっと。で腹骨はもうこ1本入れたらもうこれでいいです。この膜のところには骨入ってませんので、もうここでビーッと切っちゃってください。この膜をね、バスッと。これで骨が取れました。でこの状態で膜を取ろうとすると取りにくいんですよ。こう突っかかっちゃって。なので一度膜はついたまま、この血合い骨、ここを取っていきます。こう半分に割っちゃいます。お節と目節に分けます。背中の方、この太い方がお節ですね。で腹側の方、こちらが目節ですね。でこういう状態にしてから、こうやって膜を引いた方がすごく包丁が入りやすいんですよね。ずーっとこう入れて、この角度で押していく感じですね。でここまで来たら先端をチョキンと、はい、こんな感じですね。そしたら今日はこのお腹の方、こちらを炙りにしていきましょう。で背中の方、こっちは刺身にしていきます。皮引いちゃいます。で魚って大体お腹と背中って言ったら、お腹の方が脂がすごいっていうイメージじゃないですか。でもこの時期のもうこのぐらいのサワラになると、お腹も背中もそんなに大差ない。それお腹の方がね若干脂はあるんですけど、もう全身脂まみれ。お腹も背中もこの尻尾の先まで。そしたらこの尻尾の方から包丁を入れて皮を引いていくと。意外に皮は引きやすいですよ。ずっと。OK。せーの。はい。ちょっと銀ギラがついちゃいましたね。この銀ギラがついた時は包丁で削っていくと。それにしても身がいい。サワラって身がとっても割れやすい魚なんですけど、もうここまで鮮度がいいと全然身が割れないですね。扱いやすい。そしたら次はお腹の方を炙っていきます。僕はサワラの刺身はあんまり炙りでは食べないんですよ。どっちかというと皮引いて食べることが多いんですよね。で炙りにする時なんですけど、僕のちょっとこだわりというところがありまして、この状態でバーナーでブーッと炙るじゃないですか。そうするとね、こうサワラって皮にちょっと独特な香りがあるんですね。この皮の表面というかね、なんて言うんだろう、なんかちょっと特殊な匂いがするんですよ。これがね、僕あんまり得意じゃないんですよね。なので一度これを湯引きして、でちょっとこうやって表面の細かい鱗みたいなもの、これを落としていきます。で一度湯引きしてきれいにしてあげて、そこから炙っていきます。まな板に傾斜を作り、でここに熱湯をかけていきます。で今こういう点々模様がたくさんついてますけど、お湯かけてちょっとこすってあげるともう真っ白になります。見とってください。いきます。さーっとさーっと。まだ変わりはないですよね。である程度皮に火が入ったら、これキッチンペーパーですね。でゴシ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 とこれゴシゴシこすっていきます。そうするとね、結構こう膜があるんですよね。この膜、これがね臭いんですよ。これを取ってゴシ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 してあげる。はい、こんな感じですね。こういう風に真っ白になりました。でこの状態でガスバーナーで炙ると、油がすごい。はい、このように炙り終わりました。そしたらここを冷やすと。もう水にバチャンとつけるんじゃなくて、これで部分的に氷で当ててあげるのも水っぽくならなくて僕は好きです。はい、これで半分炙り半分湯引きですね。でこの境目から切ります。はい、これがね僕の好きな炙りですね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。
はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちら、上からサワラの皮引きタイプのお刺身。真ん中が炙りで、一番下が湯引きですね。3種類作ってみました。じゃあまずはオーソドックスなこちらの刺身の方。ちょんとつけて、もう油がね、この時点ですごいです。はい。いただきます。油の甘みがすごいんですよね。で、サワラってどんだけ油乗ってても油っこくないんですよ。これがね、サワラの刺身のうまさなんですよね。白米の上に乗せてガッツきたい美味しさですね。うまっ。次こちら、炙りですね。程よく火が入ってますね。ちょんとつけていただきます。うわちょっと炙りもいいな。香ばしくて、で、この皮肌の火が入ったところ、ここがね、とろけるんですよね。で、臭みはね、全くないんですよ。で、今回はガスバーナーでバーッと炙りましたけど、この炙りのほのかに香るガスの匂いっていうのが嫌な方とかは、こう、ちょっとめんどくさいんですけど、炭をチンチンに熱して、ギリギリの距離で、こう、炭で炙ってあげる。そうすると、ガス臭くない炙りができます。なかなかそこまでするのはね、高級料亭ぐらいなんですけどね。個人でやる人はあんま見たことない。で、次、湯引き。いただきます。お、皮がコリコリ。全部美味しさが違う。これね、全部やってほしい。どれもこうつけがたいな。でも一番やっぱ食べ慣れてて美味しいなと思うのは、やっぱ皮なしですね。僕は皮なしが一番好き。で、次に炙り湯引きかな。はい、ということで今日はこちらのサワラの3種盛りときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀のやつ。サワラはもう銀色でも、日本酒でも何でもいいと思います。よし。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえ。合うねえ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今が旬のサワラを使ってシンプルにお刺身にしてみましたけども、やっぱうまいね。刺身のネタの油物部門でもう僕の中でトップ3には確実に入ってくるネタだなと思いますね。まだたくさんありますんでね、いろんな方に配ったりだとかして食べていきたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。